こんにちは、アリアです。今回は、こと座の中で、ひときわ明るく輝く恒星、ベガについてお話ししていきます。ベガは、地球からおよそ25光年の距離にある青白い星で、太陽の約2倍の質量と40倍以上の高度を持っています。天の川銀河内でも、比較的近い距離にあり、夜空で最も明るい恒星の一つとして知られています。日本では、織姫星としても有名で、七夕の伝承にも登場します。けれど、スピリチュアルな文脈では、ベガは高度な精神性と知性を兼ね備えた文明を持つ星とされています。ベガの文明は、精神性と技術のバランスが極めて洗練されたものとして知られています。物理的な技術は非常に高く、惑星間移動技術や意識共鳴型の情報ネットワーク、波動変換による非物質化装置などが存在するとされます。一方で、精神性の面では、集合意識を保ちながら、個の独立性も尊重する社会構造が形成されており、争いや強制的な統制はほとんど存在しないと語られています。ベガ人は思考と感情を統合した形でコミュニケーションを行い、音や光、振動を使ってエネルギーや意志を共有すると言われています。文明の中心には調和と持続可能性という価値観があり、自然と技術が融合するような都市設計や社会システムが構築されています。これはベガ文明がただ進歩を求めるのではなく、進化と共鳴を前提に発展してきたことを示しています。ベガの文明においては、エネルギー源そのものも調和的なものが選ばれています。惑星の磁場、恒星との共鳴波、あるいは意識そのものを媒体としたエネルギー変換技術などが活用され、自然環境を損なうことなく、高度な生活が営まれています。住居は、まるで光と音でできたアート作品のように、美と調和に満ちています。建物というよりは、意識が生み出す空間であり、色彩、香り、音、形がすべてエネルギーで構成されていて、そこにいるだけで感情が整うような設計になっています。この文明の成熟度は、個の独立と全体の調和が矛盾しない社会モデルを実現している点にあります。ベガ由来の魂には独特な傾向が見られます。第一に、論理的でありながらも直感的な理解力に優れていること。物事の構造を素早く把握し、それを俯瞰的に分析する能力を持ち合わせています。第二に、精神的に自立している傾向があり、依存や過剰な感情的なつながりを避ける傾向があります。他者との関係性よりも、内的な安定や洞察を重視する性質が強く出ます。第三に、美的感覚に優れており、芸術、音、形、空間などに対する感受性が高いという特徴もあります。また、変化に対して柔軟でありながら深く揺るがない内なる信念を持っているケースも多く、精神性を伴った行動力という点で他の星の魂とは異なる存在感を放っています。地球にいるベガの魂は幼少期から何かが違うという感覚を持って育つことがあります。それは他者との距離感だったり、社会のルールに対する違和感だったりと様々ですが、多くの場合、他人が当然のように従っている枠組みに対して直感的に疑問を抱きます。また、感情表現が得意ではない傾向もあり、自分の気持ちを言葉にすることに慎重だったり、時に冷たい印象を与えてしまうこともありますが、内面では他者との調和を強く求めているのが特徴です。ベガの魂は争いや競争を避け、無理に場に溶け込もうとはせず、自分の感性に従って静かに行動することを選びます。その態度が結果的に周りに安心感や整然とした空気をもたらすことも多いのです。ベガ文明の歴史には興味深い変遷があります。初期のベガは
技術優先型の文明として急速に発展しました。特に科学や空間操作技術に特化し、他の星系との接触や拡張にも積極的だったとされます。しかし、その過程で精神性のバランスを失い、一時的に社会の分裂や倫理的空洞を経験する時期があったと語られています。この危機を経て、ベガは価値観の見直しに踏み切り、精神性と技術の融合を目指す方向へと進化していきました。以降は外部干渉を最小限にし、内なる成熟と共鳴に重点を置いた文明へと移行したと言われています。この変遷は他の星系との交流においても調停役や意識的中立の立場としてベガが選ばれる理由の一つとされています。ベガ文明の変遷を語る上で重要なのは内面への回帰というテーマです。技術が頂点に達した時代、かつてのベガでは合理性と成果が最優先され、精神性や倫理性が軽視される風潮が一時的に強まりました。その結果、物質的には豊かでも精神的には停滞した文明になりつつありました。これに対し、一部の指導層が内なる価値の見直しを提唱し、教育、芸術、環境設計の分野から精神文化を復興する動きが広まりました。この流れが文明全体に波及し、最終的には意識の共鳴を重視した文明構造へと移行していったのです。ベガにとって技術を超える精神の成熟はその後の指針となりました。地球に転生しているベガの魂にはいくつかの明確な傾向があります。例えば、地球の物質的な価値観に強い違和感を覚える。効率よりも意味や調和を優先する。日常生活の中で目に見えない感覚や原意を無意識に大切にしている。また、人間関係においては感情よりも構造や距離感を重視し、内面で深い対話を行う傾向があります。ベガの魂は地球において情報や技術の整理、社会構造の改良、意識の変容を促す働きを持つとされます。特に教育や芸術、コミュニケーション分野においては、ベガ的な魂が中心的な役割を果たすケースも多く、その存在は静かに場を整える力として機能していることがあります。ベガの魂が地球に転生する理由の一つに、多様な価値観の中での適応と表現があります。ベガでは高度に整理された社会であったため、地球のように複雑で感情的な社会環境は学びの場として適しているのです。ベガ由来の魂は他者との摩擦を通じて関係性の多様性や未整理な状態の中にある可能性を発見しようとします。また、ベガの魂はしばしば通訳的な役割を果たします。例えば、精神世界と現実社会、芸術と技術、感性と分析など、相反する要素の間をつなぐポジションに立つことがあります。そのような働きを通して、ベガの魂は地球に新しい秩序や共鳴をもたらす存在として静かに影響を与えています。ベガの意識は静かで整然としていて、どこか涼やかです。厚さや派手さとは違う形で、世界に秩序や静寂、透明な知性をもたらします。その影響は目立たないかもしれませんが、長く、深く、残っていく力を持っています。宇宙の中で、そうしたバランスを象徴する存在が、ベガという星なのかもしれません。ベガの記憶を持つ人が、自分自身を思い出し、地球での役割に気づくこと。それもまた、この星の進化の一部なのかもしれません。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。